閉園間際の遊園地でアナウンスがそっと流れた直後、広場の空気がすっと変わっていく瞬間、さっきまでに賑わっていた場所が数分後には静まり返っている、そんな霧変わりを体験したことはありませんか？岩観光察ラジオへようこそ。今日は閉園後の観覧車乗り場前の広場がなぜあんなに急に寂しくなるのか、その理由を一緒に静かに考えていきます。行ったことがある遊園地を一つゆっくり思い浮かべながら聞いてみてください。遊園地に行ったことがない人はほとんどいないはずです。家族と行った日、友人と行った日、恋人と行った日、どんな思い出でも最後には必ず閉園という区切りが訪れます。昼間の遊園地はどこを見ても賑やかです。売店から漂う甘い匂い、遠くのアトラクションから聞こえる悲鳴、すれ違う家族連れの笑い声、そうした音や匂いが何層にも重なって一つの空気を作っています。その空気の中にいる間は自分もその一部だと特に意識することもありません。閉園を知らせる音楽が流れ始めると、それまで気にもしなかったスタッフの声かけが少しずつ増えていきます。本日の営業は終了しましたというアナウンスの声色、一日中変わらないはずなのに、この時だけ妙に耳に残ります。出口へ向かう人の流れに自分も自然と合流していく。その瞬間はまだ名残惜しさの方が強いはずです。ところがゲートを抜けてふと振り返った時、景色は思っているよりずっと静かになっています。さっきまで並んでいた行列はもう跡形もありません。チケット売り場の窓口にはシャッターが下り始めていて、係員の姿もまばらです。さっきまで売店の前に並んでいた甘い匂いの列もすでに片付けが始まっています。数分前まで確かにあったにぎわいがどこにも見当たらない。なぜ人がいた形跡が消えるだけでこれほど寂しく感じるのでしょうか。理由の一つは記憶と現実のズレです。自分の頭の中にはまだにぎわっていた時の景色がはっきり残っています。ところが目の前の景色はすでに別のものに変わっている。そのズレが小さな違和感として体に残るのだと思います。写真を撮った直後にカメラの画面を見返すと、実際の景色より少し違って見えることがあります。それに似た感覚で頭の中のにぎわいと目の前の静けさがうまく重ならないまま並んで存在してしまうのです。もう一つの理由は音の消え方です。音楽も話し声も子供の泣き声もどれも一度に消えるわけではありません。少しずつ少しずつ遠くなっていきます。その減っていく過程を自分の耳がずっと追いかけてしまう。だからこそ静けさが際立って感じられるのです。もう一つ見落としがちな理由があります。にぎわっていた時は自分の足音など全く気になりませんでした。周りの音に紛れて消えてしまうからです。ところが人の声が減っていくと、今度は自分の足音だけがやけにはっきり聞こえ始めます。音の主役が入れ替わってしまったような奇妙な感覚です。出口の方を振り返らずに広場の奥へ視線を移すと観覧車が見えてきます。昼間はゆっくりと回り続け、ゴンドラが一つ一つ順番に地上へ降りてきます。しかし閉園後のこの時間は全てのゴンドラが同じ高さで静かに並んでいます。回るはずのものが止まっている。ただそれだけのことなのに妙に座りの悪さを感じます。昼間に乗った時はゴンドラの中から遠くの景色を眺めることに夢中だったはずです。
その時は観覧車自体の姿を外から眺めることはほとんどありませんでした。閉園後になって初めてその全体像をじっくり見ることになるのです。普段は動いていることに気づきもしないものが止まっている瞬間だけ急に主張してきます。エスカレーターが止まっている時や噴水の水が止まっている時にも似たような感覚を覚えたことがあるかもしれません。動くはずのものが止まっているとなぜ人は落ち着かなくなるのでしょうか。理由の一つは予測とのずれです。私たちは無意識のうちに観覧車は回るものという前提を持っています。その前提が目の前で裏切られると脳は一瞬状況を理解しようとして立ち止まってしまいます。もう一つの理由は昨日が止まっている姿を直接見てしまうことです。普段の観覧車は乗るための設備として機能している姿しか見ません。私たちが観覧車を見るのは大抵乗るときか乗った後にゴンドラから景色を眺めるときだけです。止まって並んでいるだけの姿をじっくり見る機会は実はほとんどありません。止まった観覧車は設備としての役割を一時的に手放した姿です。その役割を失った瞬間の観覧車が妙に大きく妙に静かに見えてきます。ゴンドラの窓に反射するわずかな照明の光だけが規則正しく並んでいます。その規則正しさがかえって人の手が入っていないことを強く感じさせます。昼間なら光の点滅の一つ一つに係員の作業や乗客の乗り降りが重なっていたはずです。今はただ機械としての規則だけが淡々と繰り返されています。人の意志が入らない光の点滅はどこか他人事のようで、それでいて目を離しづらい不思議さがあります。しばらく見上げていると足元の照明が一つ消えるのに気づきます。続けてもう一つ、また一つと広場の照明が順番に落ちていきます。さっきまで自分がいた場所が少しずつ暗さの中へ沈んでいくようです。この光景を見た瞬間、多くの人が無意識に駐車場の方向へ足を向け直します。早くこの場所を離れて車に戻りたい、そんな気持ちが少しずつ強くなっていきます。不思議なもので、入園するときは少しでも長くいたいと思っていたはずです。それなのに閉園後のこの数分間だけは真逆の気持ちが自然と湧いてきます。楽しみたい気持ちと早く離れたい気持ちが同じ場所でこれほど短時間に入れ替わることは日常の中での珍しいことです。駐車場までの道のりは入園した時とほとんど同じはずです。それなのに帰り道はなぜか少し長く感じられます。入園した時は前を歩く人についていくだけで迷うことはありませんでした。帰り道はその人の流れがまばらになり、自分の足取りで歩幅を決めなければなりません。同じ道のはずなのに歩き方まで少し変わってしまうのです。安全な場所を歩いているだけなのに、なぜ人は早く車に戻りたくなるのでしょうか。答えの一つは楽しい時間から現実へ戻される感覚です。遊園地の中にいる間は非日常の時間の中にいます。しかし閉園という区切りはその非日常を強制的に終わらせる合図です。明日の仕事や帰り道の渋滞や片付けなければならない荷物、そうした現実が一気に押し寄せてきます。園内にいる間は時計を見る回数も自然と減っていたはずです。ところが駐車場へ向かう頃には
もう頭の中で帰宅時間を逆算し始めています。非日常の時間が終わったことを自分の思考の使い方が先に教えてくれるのです。もう一つの理由は人の気配の消え方です。来園者もスタッフも少しずつ数を減らしていきます。広場に残っているのは自分たちだけかもしれないという感覚が静かに強くなっていきます。昼間なら気にもしない広場の広さや街灯の少なさが急に意識されるようになります。広場を横切る風の音まで昼間よりはっきり聞こえる気がします。音楽が止まった空間にはこんなにもいろいろな音が隠れていたのかと少し驚かされます。売店のシャッターが一つずつ閉まっていく音やスタッフ同士が交わす片付けの声だけが遠くから届いてきます。自分たちがその片付けの対象になったような少し居心地の悪い感覚もこの時だけ生まれます。駐車場の白線を頼りに自分の車を探す間も昼間より少し時間がかかる気がします。似たような形のミニバンが何台も並んでいると一瞬どれが自分の車かわからなくなることもあります。車に乗り込みエンジンをかけた瞬間、さっきまでの静けさとは違う車内の音と振動が体を包みます。この時のホッとする感覚こそが逆にそれまでの帰り道がどれだけ張り詰めていたかを教えてくれます。ここまで3つの場面を見てきました。チケットゲートを出てにぎわいの秋が消えていることに気づく瞬間、観覧車のゴンドラが止まっているのを見上げる瞬間、照明が落ちていく広場を車に向かって歩く瞬間、どれも特別な出来事ではありません。しかし閉園というたった数分の切り替わりがこれら全てを一気に呼び起こします。これは何か特別な存在がそこにいるという話ではありません。むしろ逆で楽しさが確かにそこにあったことが消えるという形ではっきり見えるからこそこれほど寂しく感じるのだと思います。遊園地という一日中にぎわうことを前提にした場所ほどこの落差はくっきりと際立ちます。にぎわいが大きいほどそれが消えた時の静けさも大きく感じられるからです。大型のテーマパークほどこの落差は大きくなります。一日に何万人もの人が訪れる場所が閉園から数十分のうちにほとんど無人に近い状態へ変わる。その変化の速さは他のどんな日常の場面よりも極端かもしれません。これは遊園地に限った話ではありません。花火大会が終わった後の河川敷、夏祭りの屋台が片付けられていく神社の境内、コンサートが終わった後のがらんとしたスタジアム周辺、どれも同じ構造を持っています。大きなにぎわいがあった場所ほどそれが引いた後の静けさは深く感じられるのです。遊園地の閉園後はその中でも特に繰り返した意見しやすい場面だと言えます。年に一度の花火大会や数年に一度のコンサートと違い、遊園地はシーズンごとに何度も訪れる人がいます。その度に同じにぎわいと同じ静けさの切り替わりを体験することになります。繰り返し経験しているはずなのに毎回どこか慣れきらない、そこもこの違和感の不思議なところです。慣れているはずの帰り道でも毎回どこかでふと足を止めて広場を振り返ってしまう人もいるでしょう。その一瞬の振り返りにもこの違和感が静かに関わっているのかもしれません。振り返った先に見えるのはもう先ほどまでのにぎわいではなく、静かに次の一日を待つ
広場のありのままの姿です。来年また同じ場所を訪れた時、閉園間際の空気を少しだけ違う目で眺めてしまうかもしれません。それは決して遊園地が嫌いになるということではなく、一日という時間の終わり方に少し敏感になるということなのだと思います。楽しかった時間ほどその終わり方をちゃんと感じ取っておきたい、そんな気持ちの表れなのかもしれません。賑やかだった一日の最後に静けさという形の余韻が残ることは決して悪いことではなく、その日を締めくくる自然な区切りなのだと思います。この違和感を知ってから遊園地へ行くと、最後の数分間の過ごし方が少しだけ変わる人もいるでしょう。昼間この同じ広場を何百人もの人が笑いながら行き交っています。その時は観覧車もただの乗り物でしかありません。同じ場所なのに時間帯だけで全く違う顔を見せるこのことも、この違和感のもう一つの側面かもしれません。そしてもう一つ、この違和感には時間の性質も関わっています。にぎわいというものは少しずつ積み上がって出来上がるものです。朝の開園から夕方の閉園まで何時間もかけてその場所の空気は作られていきます。ところがそれが消えるときはほんの数分で終わります。けみ上がるまでにかかった時間と消えるまでにかかった時間の差も、この寂しさを強めている理由の一つかもしれません。この違和感に名前をつけるなら、楽しさが消えた後の静けさなのかもしれません。にぎわいの音が遠のいていく数分間、止まったまま並ぶゴンドラの列、そのどちらもが同じ一つの感覚、楽しい時間が終わったことを目に見える形で示してくる感覚を静かに支えています。同じことは子どもの誕生日会や学校の文化祭にも当てはまるかもしれません。準備には何日もかけたのに片付けはあっという間に終わる。その差が大きいほど終わった後の部屋や教室は妙にがらんとして見えます。これは決して悲しい話ではありません。楽しい時間が確かにあったからこそ、その後の静けさがこれほど印象に残るのだとも言えます。にぎわいと静けさはいつも表と裏の関係にあり、片方が強いほどもう片方もはっきり感じられる。そう考えると、この寂しさは楽しかった時間のもう一つの証拠なのかもしれません。次に遊園地の閉園時刻が近づいてきたら、少しだけ広場の照明や観覧車の動きを意識してみてください。いつもと同じ帰り道のはずなのに、ほんの少しだけ違う時間に感じられるかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。